これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。賃貸物件を扱う20代の男性がこの仕事ならではの貴重なお話を聞かせてくださいました。それではお聞きください。入居してほしくない。私は現在関東にある某賃貸管理会社に勤めています。入社したばかりの頃、現場研修でお客様が内見する前に見る物件写真の撮影を任されることがありました。その研修中、私の立場でこんなこと言うのもおかしいんですが、どうしてもお客様に入居してほしくないと思う物件に当たってしまったお話をさせていただきます。その日向かったのは私鉄のとある駅の物件でした。駅からは徒歩5分という好立地。見た目はごく普通のアパートで築10年ちょっと。でもこの地域にしては家賃が異常に安く 2DK で6万円以下でした。違和感を覚えつつも仕事ですので、3階建て最上階の一番端にあった部屋に私は足を踏み入れました。その瞬間、鼻をつく強烈な異臭に襲われました。それは人の体臭のような、油のような、そして腐敗臭もしていて、それが混ざり合い、何とも言えない匂いとなっていました。まさか。胸騒ぎを覚えつつ、一歩足を踏み入れると、床がギシギシと音を立てます。壁のあちこちにカビも生えていて、おかしいなと思いました。というのもこの部屋、すでに清掃が入った後だったんです。物件を所有するオーナーによっては、予算削減のため、清掃代をケチって不完全な清掃のまま貸し出す場合もありますが、この部屋を一目見たとき、こんな物件、本当にお客様に貸せるのかと、さすがに疑問を抱きました。とはいえ、撮影しなければ帰れないため、私はカメラを構え、写真を撮り始めました。この部屋は、玄関を入るとすぐにダイニングキッチンがあり、左手前から風呂とトイレが並んでいて、左奥に和室、右奥に洋室がある 2DK の物件です。私はまず風呂場に入ると、浴槽の排水口に髪の毛が絡まってるのを発見しました。気持ちが悪いと思いながらも風呂場の写真を撮り、次に和室に入りました。その途端、後頭部に言いようのない鈍痛が走り、寒気が全身を駆け巡りました。これはまずい。直感的にそう思い、急いで和室の写真を撮ろうとカメラを向けたその時です。畳と畳の間に何本か髪の毛が伸びてるのが見えました。なぜかどうしても気になってしまい、私は畳をひっくり返して見てしまいました。畳の裏にびっしりと女性の長い髪の毛が張り付いていたんです。ここで何があったんだよ。
ものすごく怖かったんですが、新人だった私は、早く写真を撮って終わらせないと、使命感のようなもので、何とか体を動かしていました。そして、この和室の押し入れの写真を撮ろうとして、あるものに気づきました。押し入れの壁に無数の引っかき傷があったんです。もう無理だ。出よう。部屋から逃げるように外に出たその時、携帯が鳴りました。スマホを見ると、上司からの着信。ごめん、その部屋な。そう言って、上司が語り始めたのは、この物件の詳細でした。この部屋に一番最初に入居した女性が部屋で精神を病んでしまい、ベランダから飛び降りて亡くなったというんです。さらに、その女性の失踪から始まり、立て続けに入居者が失踪を繰り返していました。失踪しない場合でも1週間以内に退去されてしまうというんです。事前に言えよ。正直、そう思いました。そしてこの話を聞いた私は、ふと、女性は和室にあったベランダから飛び降りたのかもな。そんな考えが頭をよぎったんです。どこの駅かは言わないでください。特定されてしまいますので。こちら側としては本当に心配なので、本音を言うと、あの部屋には入居してほしくないですね。事故物件とはいえ、いつかは誰かが住めるように修繕しなければならないものです。その修繕する現場では、職人の方々がたびたび奇妙な体験をされています。現場で働く男性のお話をお聞きください。事故物件のクロス張り。私は静岡県で住宅の壁紙、いわゆるクロスを張り替える仕事をしています。日々の仕事の中で事故物件と呼ばれる場所へ入ることも少なくありません。そんな現場では、たまに常識では説明のつかない奇妙な出来事に遭遇することがあります。これは以前、静岡県 S 市で仕事をしていた時のことです。現場はいわゆる事故物件で、玄関で住人が首を吊って亡くなったという場所でした。私が玄関を開けた瞬間、鼻をつくような強烈な異臭がしました。そして床には体液が染み出した跡がはっきりと残っていたんです。やばいな。と思いつつも、仕事なので中に入らなければなりません。この日は作業をするわけではなく、現場を見に行っただけだったんで、道具も持たず、私一人で足を踏み入れました。玄関を入るとダイニングキッチンがあって、
その奥の部屋へと続く襖がありました。そして私が襖に手をかけた瞬間、右手を誰かにガッと掴まれたんです。そのまま強く引っ張られ、体を後ろへ持っていかれました。え？驚いて振り返りましたが、そこには誰もいません。しかし、右手に残る感触は今でも鮮明に覚えています。それはまるでスライムにつかまれたかのような感触で、でも同時に信じられないほどの強い握力です。今起こったことが信じられず、恐ろしさのあまり、私はその場から動けなくなりました。開けて中に入らなければならない。でも開けてはいけないような、そんな感覚にとらわれたんです。結局その日は奥の部屋に入るのを諦め、現場を後にして後日、申し訳ないんですが、別の人間が言ってくれることになったんで、その後のことは知りません。これもまた、ちょっと前に別の現場で体験した出来事です。静岡県 F 市で火事といってもぼや程度の小規模な火災があった現場を私が担当していました。その家は一軒家で、火元は住人の女性が出したぼやだったんですが、その女性はぼや騒ぎの後、なぜか逃げ出してしまい、その場にはいなかったそうです。一部屋燃えたんですが、幸い怪我人は出ていませんでした。私がこの部屋のクロス張りに行っていた時のことです。私は作業中に YouTube で怪談朗読を聞くのが好きなんですが、この時はスピーカーから大音量でごま団子さんの朗読を流していました。その朗読の声に混じって、ふと別の声が聞こえてきたんです。は？今ごま団子さんの声と違う声が聞こえたぞ。そう思って音量を少し下げると、はっきりと女の子の声が混じっていました。まるで楽しそうにはしゃいでるような、そんな声です。当時私は娘を現場に連れて行き、手伝いをさせることがありました。お前、今喋ったか？この声、私じゃないよ。私だけではなく、娘もはっきりとその女の子の声を聞いてるんです。誰かが亡くなったという話は聞いていませんが、その声が実在する人間の声ではないことは明らかでした。その現場には1週間ほど通い、娘もそのうち3日間ほど来ていたんですが、その3日間は毎日そのはしゃぐような女の子の声を聞いていました。娘がいない残り3日間は私一人で作業をしていましたが、11月で日が暮れるのが早く、暗くなってくるとさすがに怖かったのを覚えています。でも、ごま団子さんの怪談朗読を聞くのはやめられず、そのまま作業を続けていました。そして、その日の作業を終え、部屋を出て
階段を降りているとき、あの女の子の声が聞こえたんです。くぐもっているけど、はっきり聞こえる。不思議な感覚でした。クロス職人として様々な現場を経験してきましたが、おかしい音や見えない存在と遭遇することは私の日常の一部となっています。職人仲間と奇妙な体験をした話をしていると、お前その現場ってあそこじゃねと共通して同じ体験をしていることが多いんです。そしてその物件は何年後かにまた自分に回ってきたりもします。作業をしていると 100% 風の音でもないし、誰かが立てた音でもない。何とも説明がつかないおかしな音というものを私たちは現場でちょいちょい聞いてるもんなんですよ。一軒家やマンションの部屋、土地など、どこまでの範囲が事故物件とされるのでしょうか。何かが起きた家の目の前の道路は大丈夫なのか。事件現場となったマンションの部屋の隣に住む人には何も起こらないのか。そんなことを考えさせられる怪談をお聞きください。ある事件があった家。これは数年前、私が体験した忘れられない出来事です。当時私の家の近所で知人の後輩3、4人が茨城から上京してきて、近くの一軒家を借りてルームシェアをし始めました。その家は駅から徒歩10分圏内という好立地にもかかわらず、家賃は12万円。こんな値段、普通だったらありえません。しかも、ほぼ新築の2階建てで、内装も綺麗。全体的に細長い形をしていましたが、広さも十分でした。彼らはこの家を気に入り、すぐに契約を済ませ、新しい生活を始めたんです。そして年末、私はその家で行われるクリスマスパーティーに招待されました。様々な顔ぶれが集まり、しばらくは楽しく過ごしていたんですが、この家の住人の一人が突然こんなことを言い始めたんです。ああ、そういえば聞いてくださいよ。この家、ちょっとおかしいんです。聞くと、引っ越してきた当初からちょくちょく怖いことが起こると言います。例えば家のインターホン。普通なら誰かがインターホンを鳴らすと音が鳴り、中のモニターがつくという感じだと思うんですが、この家は音が鳴っていないのに、いきなりモニターだけ点灯して外の様子が映されるそうなんです。こんな小さな異変から始まり、次第に何かを見てしまう住人も現れたといいます。ある日の夜、B さんが1階にある風呂に浸かっていると、
すりガラスのドア越しに黒い人影が立ったそうです。B さんは同居人の K 君かなと思ったそうです。でもその時 K 君は2階のリビングにいたんです。そしてまた別の日、N さんが1階の部屋で寝ていた時、ついにはっきりと見てしまったんです。夏の夜、寝苦しさで起き上がり、水を飲もうと思った時、自分の部屋の扉の前に着物を着たおじさんが背を向けて立っていました。やばー。あまりの出来事に一度目をそらし、再びパッと見ると、もういなくなっていました。N さんはそれを K 君に話したそうです。それから1週間後、今度は K 君が自分の部屋で金縛りに遭いました。めっちゃ怖い。もしかして N 君が言ってた着物の男が来ちゃったのかな。そう思った瞬間、そうだよ。耳元で男の声が聞こえたそうです。そんな話でパーティーは盛り上がっていたんですが、私は翌日の仕事が早かったこともあり、途中で抜けることにしました。ごめん、明日も仕事だし、そろそろ帰らなきゃ。挨拶を済ませ、そそくさと玄関に向かいます。靴を履き、玄関ドアを開けて外に出ると、ヒューと冷たい風が顔に当たってきました。そして少し歩き出し、なんとなく嫌な雰囲気を感じ、振り返ると、隣の家の2階に男性が立っていました。その家の窓にはベランダがなく、男性は窓際に立っている状態で、パーティーをしている一軒家をじとっと睨んでいたんです。はあ、やばい。うるさくしたから隣の人が怒ってるんだ。すぐに電話をして、隣の人が見てるからあんま騒がない方がいいよ、と伝えたのを覚えています。この後、嫌な事実が発覚することとなりました。あまりに心霊現象が多発する家。パーティーでそんな話を聞いて気になった人が、後日、あの家に関して調べてしまったんです。実は10年以上前、殺人事件があったんです。と言っても、事件が起きたのは、知人がルームシェアをしていた一軒家ではなく、その隣。あのパーティーの夜、2階の窓際におじさんが立っていた家が事件現場だったんです。事件の犯人は隣の家に住んでいた家族の父親。彼は自身の母親と妻を斧で殺害し、その後自ら死んだといいます。息子も襲われましたが、一命を取り留めています。でも発見当時、体の一部が切断されていたんです。
この凄惨な事件はメディアによって全国的に報道され、それを見た人々は震え上がったそうです。もしかしたら私が見た窓際にじーっと立っていた男性は、一家心中事件を起こした父親だったのかもしれません。でも、知人がルームシェアで使っているあの一軒家で起こる数々の怪奇現象については謎のままです。事故物件の隣に立った家でもそういったことが起こるものなんでしょうか。同じような体験をした方がいらっしゃいましたら教えてください。まがまがしいものが一箇所に集まると何かが起こりやすいのかもしれません。事故物件から不用品を買い取っている会社のお話をお聞きください。特殊清掃の不用品。私は数年前から怪談にハマっていて、ホラー系の YouTube チャンネルをいろいろ見ています。かなりの数の怪談話を聞いたので、最近では知り合いに怪談を聞かせてもらっても怖いと思うことが少なくなっていました。そんな中、最近久しぶりに鳥肌が立った話を聞いたので話させてください。私は普段個人でネイリストの仕事をしています。この怪談はお客様に聞かせていただいたものです。そのお客様は今、不用品の買い取り専門の会社で働いていらっしゃいます。仮に彼女のお名前を A さんとさせていただきます。A さん自身が直接不用品を買い取りに行くというわけではなく、本社にある倉庫で全国から送られてくる品物を段ボールから開け、仕分けをするのが主な仕事だそうです。届く品物はブランド品や宝石など多岐にわたるんですが、その会社はある変わったものの回収も行っているといいます。それは特殊清掃が入った家から出る遺品です。特殊清掃というのは孤独死や自殺、あるいは事件などで亡くなられた方のいわゆる事故物件となった部屋を清掃すること。そういった現場から回収されたものはもちろん売れるものもあるんですが、中には何かしらの曰くがついていそうな不気味なものも紛れ込んでしまっているそうです。そういった品は値段もつけられず処分もできないまま、会社の中で触れたくないものとして販売できるブランド品や宝石とは別の社内の一番奥にある特別な倉庫に押し込められているんだそうです。そんなものが集まってる会社なので奇妙な出来事がちょくちょく起きるんだとか。例えばトイレに入っていたらドアの下の隙間から人の影が通り過ぎるのが見えて、誰か来たのかなと思って出たら誰もいなかったとか。でも倉庫には人を切ったであろう古い刀やおどろおどろしい絵巻物、そして何十年も使われたであろう古時計など、本当に多種多様な気味の悪いものが集められていたため、どれが原因で怪奇現象が起きているのか
特定しようがなかったそうです。そんなある日、A さんと同僚がその曰く付きの倉庫で段ボールを開けて品物の仕分け作業をすることになりました。その倉庫の奥にはコピー機が設置されていて、同僚は必要な書類を大量に印刷していたそうです。130枚以上の書類を印刷していたようで、A さんはそのコピー機の音を聞きながら黙々と別の作業を続けていたといいます。ようやく印刷が終わった音がすると、同僚が、印刷できてないのがあるわ、と声を上げました。そうなの？と見に行くと、書類の中の一枚だけ真っ白な紙が混じっていたそうです。印刷ミスかな？そう思って紙を手に取ったとき、紙の中央あたりにとても小さな文字で何かが印字されていることに気づきました。パッと見では白紙に見えたその一枚をよくよく見ると、そこにははっきりとこう書かれていたんです。ちょっと話したかっただけなのに。何これ。やばすぎでしょ。査定に関する書類を印刷していたので、こんな文字が入り込むはずがありません。誰かの悲痛な声が印刷された気がしてゾーッとしました。トイレの影のようになんとなく恐怖を感じる出来事はこれまでもあったそうですが、ここまではっきりと怪奇現象が起きたことはなかったので、A さんは驚いたそうです。A さんは私のネイルサロンのお客様で、毎月のように来店してくださっていて、その度に、そういえば最近こんな怖いことがあったのよ、と不思議な話を聞かせてくれます。毎回背筋を凍らせながらも、彼女の話す怪談を楽しみにしています。また A さんからゾーッとするお話を聞けたら、ごま団子さんにご連絡しますね。地図にない道、打ち捨てられた神社などで、意図せず触れてはならないものに触れてしまったとき、予想もしないものがついてきているかもしれません。そんな旅行するのが少し怖くなってしまうお話をお聞きください。旅は道連れ。私は子供の頃から怖い話が好きでしたが、幽霊は全く信じていませんでした。自分の目の前で起きない限り、それはただの作り話だと思っていたんです。いつか本当に怖いことが起きたらいいな。そんなことをぼんやり考えながら生きてきたからか、30歳を過ぎた頃から、にわかには信じがたい出来事が起こり始めました。これはその中の一つ。今から10年ほど前、私が体験した中でも
最も強烈な、まるでホラー映画のような一夜の話です。当時、私は購入したばかりの 400cc のバイクで、あてもなく田舎道を走るのが好きでした。その日もいろいろと寄り道をしながら、奈良県の山道を抜け、滋賀県にあるホテルへ向かう、気ままな一人旅をしていたんです。到着したホテルは平日のためか閑散としていました。シングルの部屋を予約していたものの、フロントで、広いお部屋が空いていますので、どうぞ。と、追加料金なしでツインルームへアップグレードしてもらえると言うんです。私は、いえいえ、シングルでいいですよ。と遠慮しました。ですが、フロントの方は、お金は大丈夫ですから、ぜひ大きい部屋に泊まってください。というので、私はお言葉に甘えることにしたんです。部屋に入ると、ベッドが2つあり、広めのくつろげるスペースや大きなテレビも設置してありました。安い値段で泊まらせてもらってラッキーだな、と思ったのを覚えています。一息ついてホテルの1階の奥まった場所にある大浴場へ向かいました。なんだこれ。その大浴場は電気が消えていて真っ暗だったんです。平日だから俺一人しかいないのか。違和感を覚えながらも壁のスイッチを見つけて風呂場全体の電気をつけました。浴室を覗くとすでにお湯が張ってあり、すぐに入れるようになっています。節電していたのか。そう納得して脱衣所に戻ると、一枚の張り紙に気がつきました。風呂場の電気が急に消えることがあります。すぐに非常灯がつきますので、驚かずゆっくりと出てください。なんだか変だな。そういえば、照明のあたりにビニールテープが何重にも巻かれ、電気工事の途中のような雰囲気でした。割と綺麗なホテルで広い部屋を案内され、風呂も独り占めできるという状況です。変だとは思いつつも、何とか自分を納得させて風呂に入りました。そして体を軽く流し、湯船に浸かって悠々と手足を伸ばしてくつろいでいると、案の定、パチュンという音とともに浴場の電気がすべて消えたんです。その瞬間、あたりはほぼ真っ暗になりました。張り紙には、電気が消えても非常灯がつくと書いてあったのに、そんなものは一切つかず、非常灯を案内する緑の誘導灯の光だけがうっすらとあたりを照らしていました。慌てて出て転ぶのも危ない。しばらくこのままでいいよ。そう思ってじっとしていると、人の話し声が聞こえ始めたんです。最初は館内放送かと思いました。
しかし、声は明らかに私の目の前から聞こえてきます。徐々に非常灯の緑の光に目が慣れてきて、私は息を飲みました。湯気の向こうに、ぶわーっと無数の人の肩が見えたんです。それも一人や二人ではありません。自分から少し距離を置いて、大勢が風呂に浸かっているんです。え？何これ？あまりにはっきりと見える人の肩と話し声に、怖いというよりもテレビかなんかのドッキリではないかと思いました。この人たち、何を喋ってるんだ？気になって耳を澄ませます。はっきりと聞き取れるし、日本語を喋ってるのは間違いない。でもその意味が全く理解できないんです。外国語を聞いて、あ、これは韓国語だ。これはフランス語っぽいな。と感じることは皆さんもあると思います。まさにあのような感覚で、彼らは明らかに日本語を話しているのに、何を言ってるのか全くわからず、ただただ奇妙で不気味な会話でした。はあ、こいつら、やばいやつだ。それが分かった瞬間、初めてゾーッとしました。私は体を洗うのも忘れ、夢中で脱衣所へ駆け込み、何とか服を着て部屋へと逃げ帰りました。部屋に戻ると、先ほどより空気が重く、照明も心なしか暗く感じられます。気味が悪かったものの、一日中バイクで走った疲れはピークに達していました。メガネを外し、枕元の小さな明かりだけをつけ、ベッドに倒れ込みました。でも、疲れているのに眠れない。寝ているようで寝ていない。そんな浅い意識の中をさまよい続けました。寝返りを打ち、うつ伏せになったまま、何気なくベッドの横を見ると、何本もの太い棒が立ってるのが見えました。なんだ、これ。メガネをかけて絶句しました。それは、ずらりと並んだ人間の足だったんです。10人分、いやそれ以上でしょうか。20本以上の足が横一列に並んでいました。おそらく男の裸足で黄色がかった不健康そうな肌の色をしています。しかも恐ろしいことに、すべての足のつま先が私の方を向いているんです。あまりの恐怖に、私は彼らの上半身を見る勇気はありませんでした。どうすればいい？こういう時は念仏を唱えるべきか。でも念仏なんて知らないし。混乱する頭で考えた末、私が取った行動は、とにかく元気な歌を大声で歌うことでした。なんだかよくわからないけれど、元気な歌を歌えばいなくなってくれるんじゃないか
そう考えたんです。歌った曲は甲斐バンドのヒーロー、そしてブルーハーツのトレイントレインです。喉が張り裂けんばかりに歌っていると、今度は部屋のドアがトントントンと激しく叩かれ始めました。今度はなんだよ。鳴り止まない音に覚悟を決め、もうどうにでもなれ、と起き上がり、部屋のドアを開けると、見た目がいかつい二人のおじさんが立っていました。お前何なんだよ、こんな夜中に歌いやがって。彼らは隣の部屋に泊まっていた宿泊客でした。急に大声で歌う声が聞こえてきたから、そりゃ怒るのも無理はありません。いや、違うんです。今しがたあった出来事を説明すると、意外にもおじさんたちが、ひえと怯え出し、三人でロビーへ助けを求めに行くことになりました。深夜のロビーにいたのは、日本語がほとんど通じない小柄な外国人の女性従業員だけでした。私たちの話を理解できたのかはわかりませんが、彼女は、部屋変えましょうと繰り返し、私を別の部屋へ案内してくれました。でも、新しい部屋に移っても気配は消えませんでした。窓も開けてないのに、カーテンが誰かが手で触れてるかのように、ゆらりゆらりと揺れています。もう眠るのは諦め、部屋の電気をすべてつけ、椅子にどっかりと座り、見えない彼らに向かって話しかけました。お前ら、誰だ？言いたいことがあるなら、紙にでも書け。叶えられることなら、叶えてやる。もちろん、返事はありませんでした。朝になり、チェックアウトの時に、夕べとは違う日本人スタッフに事情を話しました。しかし彼は、このホテルができて2年になりますが、そんな話は一度も聞いたことがありません。と、首をかしげるばかりです。じゃあ、ホテルになる前は何があった場所なんですか？以前はお弁当の工場だったそうですよ。ああ、そうですか。わけがわからないままホテルを後にし、バイクのエンジンをかけると、また異常が起きました。アクセルをどれだけ回しても回転数が上がらないんです。とてつもなく重い荷物を積んでるかのように、サスペンションは沈み込み、車体はガクガクと揺れました。ありえない考えが脳裏をよぎります。もしかして、バイクにあいつらが乗ってんのか？もはや笑えてきて、思わず独り言が出ました。お前らどこにぶら下がってんだよ。途方に暮れながら道の駅に立ち寄ると、一台の豪華なキャンピングカーが止まっているのが目に入りました。
今思うと申し訳ないんですが、私はあることを思いつき、わざとバイクをその隣に止めると、小声で囁きました。なあ、あっちの方が居心地いいんじゃないか。その場で1時間ほど時間を潰してからバイクに戻ると、嘘のように車体が軽くなっていたんです。帰り道、ずっと考えていました。彼らは一体何だったのか。そして、ふと思い当たったんです。ホテルへ向かう道中、私は地図にも載っていないような朽ちた祠や打ち捨てられた神社、あと古墳のような場所にいくつも立ち寄っていました。中には鎖で封鎖された場所を乗り越えて入ったところもありました。もしかしたら彼らはそういった場所の住人だったのかもしれません。退屈な毎日に飽き、ちょっとした旅のつもりで久しぶりに現れた私のような男のバイクに便乗し、一緒にホテルで一泊した後、もっと快適そうなキャンピングカーへと乗り換えていったんでしょう。幸いなことにあれ以来、彼らのような同乗者に遭遇したことはありません。新築のマンションは誰もが憧れるまっさらな場所のはずですが、実はその建物が新しくても、それが建つ土地まで新しいとは限りません。これは新築マンションの庭で決して掘り起こしてはならない何かが埋まっていたお話です。庭の土遊び。これは私と家族が実家のマンションで体験した話です。私がまだ小学生だった頃、そのマンションは新築で、私たちは1階に住んでいました。最初の事件が起こったのは、ある夜のことでした。当時、小学生だった兄が一人でお風呂に入っていました。体を洗い終え、さあ出ようかとドアに目を向けたその時、すりガラスの向こうに小さな女の子の影が映っているのに気づいたそうです。兄は妹の私だと思い、何してんだよ、どいてくれ、もう出るから。そう声をかけながらドアを開け、凍りつきました。立っていたのは私ではなく、全く知らない女の子だったんです。うわぁ！兄の悲鳴を聞きつけ、中学生の姉が、どうしたの？と駆けつけましたが、その時にはもう女の子の姿はどこにもありませんでした。この出来事以来、兄は一人でお風呂に入るのが怖くなり、しばらくの間、脱衣所で姉に待ってもらうのがお決まりになったほどです。実は姉もその女の子を見ていました。当時、
私たちの寝室は6畳ほどの部屋にダブルベッドと2段ベッドが詰め込まれ、ベッドの間は人一人がようやく通れるほどの狭さでした。その夜、姉はダブルベッドで寝ていたんですが、真夜中にふと目を覚ましたそうです。何気なくすぐ隣にある二段ベッドのはしごに目をやると、そこに赤い斑点を着たおかっぱ頭の女の子がちょこんと座っていました。姉はまた私だと思い、何してるの？早く寝なさいよ。と声をかけました。そして自分の隣に視線を移し、ハッとします。そこには妹の私がすやすやと寝息を立てていたんです。じゃあ、はしごに座っているあの子は誰？怖くなった姉はそのまま何も見なかったことにして、何とか朝まで眠り続けたそうです。二人が見たというおかっぱ頭の女の子。この家では他にもおかしなことがよく起きていました。夜中に誰もいない台所からペットボトルを握りつぶすようなパキッという音が聞こえたり、立てかけておいたギターが誰も触れていないのにジャラーンと鳴り響いたり、姉はそういったことにはすっかり慣れっこで、ああ、またいるな、くらいにしか思っていなかったようです。私はおかっぱ頭の女の子を見たことはありません。でも一度だけこんな体験をしたことがあります。マンションの1階だったので、私たちの部屋にはささやかな庭がついていました。ある晴れた日のこと、私はその庭でスコップ片手に土遊びをしていました。ゾクッ。スコップを土に刺して持ち上げると、何か重いものが絡みついています。土を払いのけてよく見てみると、それはびっしりと絡み合った長い髪の毛の塊でした。掘り起こした土のほとんどがその髪の毛なんです。幼心に感じたあの強烈な違和感と嫌悪感を今でも忘れることができません。それ以来、私は庭の土を触るのが怖くなりました。大人になってから改めて考えると不思議でなりません。新築のはずのマンションの庭からなぜ大量の髪の毛が出てきたんでしょうか。現在もあの家には父が一人で住んでいます。もしかしたらあの庭を掘り返したら、今でも髪の毛がそこら中から出てくるかもしれません。あ、今度持ってきましょうか。
階段を集めていると、結局は生きた人間の念が一番怖いという話をよく聞きます。この話は呪いによるものなのか、それとも生き量によるものなのか、どちらかはわかりませんが、どうしようもなく人というものが怖くなる話です。それではお聞きください。獣の叫び声。数年前、東京に住む私の妹は、夫の浮気が原因で離婚しました。その浮気が発覚するに至った経緯が、私にはどうにも気味が悪く、忘れられないのです。異変は妹夫婦の寝室から始まったそうです。隣で眠っているはずの夫が、夜な夜な、まるで獣のような声で叫び声を上げるようになったというんです。本人は自分が叫んでることに全く気づいておらず、朝になって妹に、夕べも叫んでたよ、と指摘されても、はぁと気にも留めない様子。ですがその叫び声はただの寝言とは明らかに違い、尋常ではなかったそうです。どこか体が悪いんじゃないかな。妹は心配になり、以前より夫のことを気にかけるようになりました。すると、今まで見過ごしていた夫の不自然な行動が目につくようになったといいます。やたらスマートフォンを気にしているんです。妹が近づくと隠すように画面を伏せる。肌身離さず持ち歩き、決してテーブルに置きっぱなしにはしない。浮気かもしれない。次第にその疑念は確信に変わり、妹は弁護士に相談したところ、こんなアドバイスをされたそうです。旦那さんが寝ている間に指紋認証でスマホを開いて、証拠になりそうなものはすべてスクリーンショットで撮っておきなさい。その夜、妹は夫が熟睡してるのを見計らい、そーっとその指をスマホの認証センサーに押し当てました。ロックが解除された画面に表示されたのは、想像を絶する裏切りの数々でした。単発的な関係も含め、夫は常時4人ほどの女性と並行して関係を持っていたんです。その中の一人に20代後半から30代後半になるまで10年近く関係を続けている女性がいました。その女性とのメッセージのやり取りを見て、妹は言葉を失ったそうです。夫は明らかに彼女をもてあそんでいました。ごめん、嫁にバレたからもう会えない。そんな事実はないのに、そう送っては、女性からの、そんなこと言わないで、私を捨てないで、奥さんと別れて、といった必死のメッセージが届く。それに対して夫の返信は、まるで楽しんでるかのようでした。自分の都合で連絡を絶ったり、再会したりを繰り返し、巧みに彼女を
精神的に依存させていたんです。妹は直感したそうです。ああ、この人だ。夫が夜な夜な上げる獣の叫び声は、この女性の怨念のせいなのだ、と。メッセージの一つ一つにあまりにもすごい念がこもっていて、心底怖くなったと言います。その後、妹は探偵も雇って証拠を固め、離婚を成立させました。夫から慰謝料と養育費を受け取り、家も手に入れたんです。弁護士からは、あの長年の浮気相手の女性にも慰謝料を請求できると言われたそうですが、請求しないことに決めました。もしあの女性に接触してしまったら何をされるかわからない。家に来られて何かあったら取り返しがつかない。あのメッセージに込められた念の強さを考えれば、触らぬ神にたたりなしと判断したんです。私個人の意見ですが、20代から30代にかけて女性として大切な時間を不倫に費やしたこの人は、本当に元夫と添い遂げたいと人生をかけていたように思えます。生きていれば意図せず人を傷つけてしまうことは誰にでもありますが、妹の元夫は故意に人を傷つけ、それを楽しんですらいたんです。私は人間のその行為こそが純粋に怖いと思いました。子供の頃の何気ない遊び。白線の上だけを歩く。塀をなぞって音を立てる。もし、その無邪気な遊びが誰かの未来を知らせる予言だったとしたら、帰り道の遊びが恐怖の儀式に変わってしまったある子供の物語をお聞きください。死の感触。これは子供の頃の私が持っていた少し怖い能力についての話です。当時、小学校2年生だった私は、学校が終わると校庭に落ちている木の枝や石を拾い、通学路にある住宅の塀をビーッとなぞりながら帰るのが日課でした。毎日毎日いろいろな家の塀をなぞるんです。ザラザラしたコンクリートの壁、つるりとしたタイルの壁、指先に伝わるそれぞれの感触は私だけの楽しい遊びでした。しかしある時からその遊びに奇妙な違和感が混じるようになります。いつもと同じように拾った木の枝で塀をなぞっていると、ある家だけ指先に伝わる感触がふっと変わることにふと気づいたんです。言葉ではうまく表現できないんですが、滑らかだったはずの感触にほんのわずかな引っかかりが生まれる。その不快な感触は
枝を伝って確かに私の手に届きました。なんだか変。その違和感を感じてから1週間も経たないうちでした。その家の前に白と黒の大きな花輪が建てられていたんです。昔は特にお葬式がある家はそうやって誰かの死を知らせていました。子供心に、ああ、誰か亡くなったんだ、とぼんやりと思ったのを覚えています。それからしばらくして、また別の家の塀をなぞってる時に、再びあの引っかかりを感じました。そして数日後、やはりその家の前にも白と黒の大きな花輪が立ったんです。同じ現象がもう一度あり、その家でお葬式が行われてるのを見たとき、つまり3度この体験をして、私はやっと確信したんです。私が感じるあの奇妙な感触は、人の死を知らせる予兆なのだと。ただの遊びだったはずの帰り道はいつしか恐怖の儀式に変わっていました。毎日拾う木の枝が今日はあの感触を伝えてこないだろうかと恐ろしくて仕方がありませんでした。とうとう耐えきれなくなり、私は母親にこの不思議な出来事をそーっと打ち明けました。すると母は私を叱るでも馬鹿にするでもなく、真剣な顔でこう言ったんです。あんた、絶対にそんなこと周りの人に言ったらダメよ。気味悪がられるから。その能力はいつの間にか消えていました。大人になった今では壁をなぞってももう何も感じることはありません。ですが、あの指先の記憶だけは今も鮮明に残っています。何の変哲もない木の枝を通して伝わってきたあのざらりとした死の感触。あれは一体何だったのでしょうか。幼い頃、人の死ぬ時期が分かっていたという S さん。そういった何かを感じ取ってしまう体質は息子さんへと引き継がれたかもしれないとおっしゃっていました。そう思うきっかけとなったある夜の怖い話をお聞きください。いっぱい。あれは息子がまだ3歳だった頃の話です。親戚のおばが亡くなり、私と息子は長崎の諫早という自然に囲まれた町で行われたお葬式に参列しました。式が終わり、外に出る頃には、辺りはすっかり夜の闇に包まれていました。車を止めていたのは、街灯もない木々に囲まれた空き地です。
シーンと静まり返った中で闇がひときわ濃く感じられ、私は言いようのない恐怖を覚えました。でも、車に乗らなければ帰れません。私は息子の小さな手を強く握りしめ、車へと歩き始めました。地面は舗装されておらず、歩くたびに乾いた砂利が音を立てます。その時、ふと隣の息子を見ると、何もない空間に向かって手を振っているのが目に入りました。田舎の真っ暗な駐車場で、なぜ？驚きと焦りで心臓が跳ね、私は息子に尋ねました。何？どうしたの？誰に手を振ってるの？すると息子は、私の焦りなど全く意に介さず、無邪気な声でこう答えました。赤ちゃんがいっぱい。息子は手を振り続けています。赤ちゃんがいっぱい。その言葉が私の耳の奥で不気味に反響しました。亡くなったのはおばです。赤ん坊ではありません。息子の目には手を振る赤ちゃんがどんな風に映ってるんだろう。得体の知れない恐怖が足元から這い上がってくるようでした。この漆黒の闇の中に無数の赤ん坊がいる。その光景を想像しただけで全身の血の気が引いていくのがわかりました。早くここから出ないと。私は息子を抱きかかえるようにして車に押し込み、逃げるようにその空き地を後にしました。息子は今ではもうすっかり大きくなりました。あの夜のことを聞くのが怖くて、未だに息子とはこの話をできずにいます。